まずい、非常にまずい。鍋の時期が終わろうとしてるのに一本も動画出してね。裏では鍋ばっか食ってんのに。つうわけで今回は、今年俺が一番食ったであろう鍋を紹介しよう。まあ別に鍋は一年中いつでも食えるからね。俺ぐらいの鍋ラーになると真夏でも鍋っちゃうからね。今日の飯は白菜漬け鍋。この鍋、台湾では比較的有名な鍋で、正式名称山菜ファイロー号。読めるかこんなん。発酵された白菜を使うことで高級鍋つゆを使ったような押し寄せる旨味、そしてこのほのかな酸味が俺の胃袋を暴走させる。では早速作っていこう。ちょっと待って。とりあえず今回主役となるのはこの白菜漬け。これさえあればもう満タイ。今回はこの柚子入りの白菜漬けしかなかったんだが、普通の白菜漬けでも OK だ。柚子入りだとより爽やかな感じになる。まあどこのスーパーにも売ってるし、最近ではコンビニでも売ってる。ちなみにこの白菜漬け、自分で作ろうと思えば簡単に作れる。カットした白菜に 3% ほどの塩をまぶし、昆布や唐辛子を入れ密閉し常温で置いておくだけ。しかしこの白菜が発酵して酸味が出てくるようになるまでには少なくとも1週間ぐらいはかかる。何しろ時間がかかるんで、買ってきた方が手っ取り早いっちゅうわけや。というわけで今日使う物はこいつらだ。ぶっちゃけこの鍋マジで簡単なんで大してやることないんだが、まあ最初に春雨を水で戻しておこうかね。まあめんどくさい場合はそのままぶち込んじゃってもいいんだが、茹で時間かかっちゃうんでね、サクッとやっとこう。まあこの鍋は春雨がメジャーだが、マロニーやくず切りでも全然 OK だ。あとはキノコを切っていこう。まあキノコも何でもいい。今回は個人的に相性がいいと思う椎茸となめこを使っていく。買って石突きの部分を切り落とす。これはでかいんで 3,4 個ぐらいで十分だ。ちなみに台湾料理ではよく干し椎茸が使われる。石突きを切り落としたら食感が残るぐらいの厚さにスライスしていく。めんどくせえから芯ごとぶった切る。椎茸な。丸々でっかいのはちょっと癖があるけど、刻んでおくといい感じにスープ吸って癖も和らいでなんか好き。これ分かるやつおる。豆腐を一口大にカットする。ネギも刻んでおく。この鍋見た目が地味なんで映えさせるには多少色味を入れたいところ。でこの白菜漬け、この汁が肝心なんでこいつは捨てずに取っておいてくれ。この中に白菜や昆布、柚子の旨味が詰まってる。昆布が入ってないこともあるが、白菜も昆布と同じ旨味、グルタミン酸が豊富に含まれてる食材だ。なお時間が経って酸っぱくなってても大丈夫。酸味がこの鍋の売りでもある。汁ごと鍋にぶち込んでもいいんだが、味の調整用に別に分けている。こんな感じで仕込みは以上だ。準備ができたら鍋をセット。ほんで水 600cc 入れて沸かす。これ動画やから順序よくやってるが、こういうのは食材仕込んでる間に一旦最初に沸かしておくといい。最初に沸かしておくとマジで速攻できる鍋だ。ここに鶏ガラスープの素大さじ1。一応ジャンル的には中華なんで鶏ガラを使ってるが、これ和風だしでも普通に美味しいんでいろいろ試してみるといい。ここに酒大さじ1。醤油も大さじ1。で、さっきの白菜漬けの汁を使っていく。1パックにつきだいたい 200cc ほど取れる。この汁がこの鍋の味の要ではあるが、メーカーによって味の濃さや酸味が違ったりするんで、最初半分ぐらい入れて味見をし、そこから調整していくといい。まあ結局全部入れちゃうんだけど。ちなみにこの鍋酸味が特徴なんで、酸っぱいのは大歓迎だ。この時点でちょっと酸っぱいと思うぐらいでちょうどいい。火を通せば酸味もマイルドになってくる。これでスープの完成。濃かったら水を足し、薄かったら塩で調整。もっと酸味が欲しければお酢を足すといい。スープが完成したら白菜漬けも全部ぶち込む。白菜がなくてもコンビニで白菜漬け買ってきてお手軽にできるのがこの鍋のいいところだ。続いて豆腐とキノコを投入。なめこも投入。キノコは何でもいいが、この鍋は個人的になめこが合うと思っている。このとろみと酸味がいい感じ。そして豚バラ肉 200g ぐらい。くっつかないように広げながら入れる。
あっさり系の鍋なんで脂身が多い豚バラ肉が合う。さっぱりいきたい時にはロース肉でも OK だ。肉を入れた後は温度が高すぎると肉が硬くなるんで、ほどほどの火力で。具材を全て入れたら 2,3 分煮て火を通す。一煮立ちしたら春雨を投入。春雨はあんま長く煮すぎると鍋の中で溶けて行方不明になるんで、最後の最後に入れるといい。そしたら仕上げのネギ、さらにごまも加え香ばしさを出す。さらにごま油でコクと香りをプラス。これで完成。白菜漬け鍋。ぶっちゃけこの鍋何回も食ってるんで、リアクションは薄いがめちゃうまい。材料たったこれだけなのに、高級鍋つゆを使ってるかのような押し寄せる旨味。そしてこのほのかな酸味、これが実にいい。一時期レモン鍋とか流行ったように、適度な酸味は味を占めて食欲を増進させる。俺は無類のポン酢好きだが、この鍋はもうプレーンで OK。普通に白菜食うより旨味が何倍も強い。やはり白菜は発酵させてなんぼということがよくわかる。ここにキノコと豚肉の旨味が加わり、そのうめえ汁をたっぷり吸った春雨。まさにフルコンボだドン。それではここから個人的におすすめの味変の紹介だ。もっと中華感を出したいなら、ホアジャオ&ラー油。マーラーを足すことでよりパンチも出るし、台湾っぽさも生まれる。山椒といえば和山椒もめちゃくちゃ合う。こいつを入れると爽やかな柑橘の香りが鼻を抜け、どこにとは言わんが飛ぶ。同じ通りで推したいのが柚子胡椒だ。これは案件とかじゃないんだが、犬屋さんから上納していただきました。大きにです。これ3色あるけど、この黄色いやつ、個人的にはこれが普通の柚子胡椒より柚子のフルーティーな香りマシマシで好き。個人的には柚子胡椒で食うのが一番好きかもしれん。案件くれ。締めも割と何でも合う。雑炊にしてもいいし、うどんやそうめんぶち込んでもいい。俺がよくやるのは、残り物の米に白をぶっかけ、お茶漬けみたいに食う締め。これが最もお手軽だし、このほのかな酸味が茶漬けっぽくていいんだよ。結構鍋よくやるやつでもあんま食ったことない味だと思うんで、ぜひ一度やってみてくんな。ごちそうさまでした。